はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの青黒ドローを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、先週末行われたピザボックスオープンにおいて、トップ4に残った方を筆頭にトップ16に3人入賞していて話題となっているものですね。チームで持ち込んだものなのか、どこかで紹介されたものなのか、出所はちょっと不明なのですが、面白いアーキタイプということで今回はピックアップしてみました。デッキのキーカードとなるのがプロフトの映像記憶で、戦闘の開始時にそのターン追加のドローをしている場合、追加ドロー分のプライチカウンターをクリーチャーに乗せることができ、どでかい生物を簡単に作ることができますね。蝶羽先や福音者、蒸気核の学者など、追加ドローができるカードが大量に採用されており、1ターンでカウンターを3つや4つ乗せることも割と容易になっています。特に蒸気核の学者を出した場合、そのターンに2つカウンターを乗せることができるので、ルーティング付きの3マナ44飛行警戒として強く使うことができますね。総意の振動はカウンターを取り除くことで追加ドローができるカードなのですが、映像記憶と一緒に使うことによってサイズが小さくなることなく毎ターン追加ドローをすることができます。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで回しているのですが、かなり面白い動きができるデッキになっていますので、どんな感じで回るのか見ていきましょう。さあやっていきます。こちら先手、土地ゼロなので即マリガン。まあこれキープしていくんですが、まあ重たいところを、1枚ボトムに送っていきましょう。まあドローができる、カードがかなり多めということで、まあ土地が2枚あれば、しっかりと回していくことができますね。さあまずは福音者から、これは振動でいいかな。さて相手は、カラーリング的にはボロスカラーですが、さあサリア。まあボロス招集においてもこのサリアがね、採用されていることが、まあたまにありますね。さて、まあこれ一旦映像記憶出しておきますか。さあワンドローから福音者がでかくなっていく。これはもう殴っていきましょう。まあドレッドも引けているので、ドレッドが除けられなければという感じの、展開ですね。まあ仮に相手が、ボロス投手だとすると、まあドレッドはそこまで、除けられやすい形ではないですね。さあ3点入れで、そのままターンを渡してくる。まあ、毅然たる援軍構えでしょう、おそらく。さあまずは3点アタック。から、ここはまあ一旦、ドレッドを出していくと。まあこの止まり方は、はい。まあボロス招集っぽいですが、相手が果たして、除去を持っているかどうか。さあ、アップキープに止まってきてはいましたが、まあ、追加のクリーチャーを出されてから、問答9個の事件っていうのが一番きついですが、さあ、4マナ目から。問答9個は持っているが、まあ、追加の1マナクリーチャーはいないという形ですね。これは3体殴ってきますかね。まあ、一応事件を解明する形ですね、これは。1マナで、まあ4点与えるカードはないと思うので、まあ1体ブロックしていきましょう。さあ残り14点まで。さて、まあ蒸気角いきましょう。さあ2ドローして、これは考慮でいいかな。さあ4点ゲイン。からの、ドレッドをでかくしていきましょう。さあ6、7のドレッドでアタック。相手もこれもうライフかなりきついですからね。で、ここまででかくなると、まあ相手は、ウセロを採用していない限り、ドレッドを除去ることができないと。まあこのターン死ななければ、次のターンには勝っていけるかなと。さあ、原因を出してくる。まああれか。飛行ブロッカーが出てくるんで、まあ前のターン、他のクリーチャーブロックでも良かったですね。さあ、クリーチャーはどんどんと出てくるんですが、これはスルーで OK ですね。さあ、3点入って残り17点。まあ原因をかなりしているということで。さあ、さらにここは、蝶羽先プラス学者でいきましょう。まあこれ蝶羽先の、防御も誘発するので、さらにドローすることができますね。はい。さあ、土地は捨てて、
さらに2ドロー。まあ、土地でいいですね。さあ、さらに4点ゲインをしていくと。まあ、ボロス側からすると、このゲイン量がね、えぐいですよね。セレーンでいいかな。一応ドレッドは生き残らせた方がいいので、どうかな。まあ、飛行クリーチャーだけでもいいですね。で、相手はこのセイレーンを確定でブロックしないといけないんで、まあ、飛行クリーチャーが一方取られながら2点通っていくと。で、ドレッド分で、残り2点ですね。まあ、イモデーンが来ても全然 OK な盤面なんで、まあ、ブロッカーが4体いるため、さすがにこれを突破することはできないでしょう。さあ、イモデーン出てきますが、4体ブロックして、まあ、9点だけしか、まあ、ここでさすがに投了ですね。GG。さて、なんか上バグってますが、ギラつく反乱は3枚入れて、で、ドレッドも入れて、で、ギラつく反乱の分、3マナ息を少し抜いていく形ですね。で、個人的には、ドレッドを入れた分、振動を抜いていく形にしてます。さあ、1本目勝って2試合目。まあ、悪くはないかなと。まあ、2ターン目に切り崩し打ってっていう形になっていきますかね。さあ、相手はセランナモン。からの美食か。これはね、切り崩しを構えた方がいいんで、ファーストラウンドから行きましょう。まあ一番されて嫌な動きが、解体されてからのいい様子ですね。その動きだけは阻止していきたいので、これは、スタックで除去った方がいいですね。さあ、まあ相手まだ、土地を出していないので、おそらくここで白マナが出てくるのではないかなと。さて。まあ、超馬先を先に出しておきたいですかね。相手は割とその2枚行動してくることが多いんで、先に出しておくことによって、まあ、でかくなっていく可能性も。ただ、ここは事件で揃えていく。どうかな、福音者、なんとも言えないですね。福音者からが正解か、超馬先からが正解か。結果論で言えば福音者からの方が良かったですが、まあどっちともメリットデメリットあるかなという感じではありますね。さて。まあイモデーン来た場合は、2体ともブロックしそうな感じはしますが、さあ援軍出してくるということは、これはいい様子でしょう。さて、これで何がめくれるか。まあ、イモデーン来る。しかもクリーチャーもいる。これは、ドレッドは出せない。さすがに厳しいですかね。3体ブロックはできますが、次のターン2体とも出てきて走ってくるんで、2、4、6、8、9、10。15点入るんかな。さて、これは、まあ、ほぼほぼ負けですが、まあ、一応やってみましょう。さあ、福音者で、1ターン遅いですね、これは。これあれだな、結果論として、3ターン目に超馬先を出してたら、このターンに反乱打てたかもですね。いや、どうなんかな、福音者の2ドロー分があるから、実は、たどり着いてなかったかもしれん。さあ、美食家から、まあこれはさすがに負けですね。GG。さあ、特に変える必要はないかなと。さあ、1勝1敗で3試合目。土地多いですが、まあ、超馬先で防御できるんで、
キープしてみましょう。まあこれ以上あんまり土地は引きたくないですが、さあ相手はひよっこから、ただ土地引いてくる。これ、まあさっきの試合がちょっとよぎりますよね。まあこっちが先手の分、いやこれは出してよかったか。このターンその相手が展開してから問答急行っていう動きができないんで、さあ解体から、この動きはいいオスがあるのかどうか。ありそう。いや、これは、同分ですね。ちょっとこれはギラつく反乱までたどり着きたいですが、さあ、芋でまで引いてくる。完璧ですね。さて、まあ、超母先プラス精錬でいきましょう。お。これは全然ワンチャンある。まあ、次のターンしのいで、ギラつく反乱打って、で、そこからという感じですね。ただ、イモデーンと、イーオスは残っちゃうんで、結構きついですね、流したとしても。さあ、さらにこのターンは2体しかブロックできないため、何点入る？超母先は残したいんで、どこまでいけるかな？ 8、10、12、14。イーオスブロックするか。さあ、残り9点まで、一旦反乱で流すんですが、いい様子は生き残る。さあ、防御していきましょう。土地。学者はもらいましょう。さて、残り9点。から、このターン4点は通るんで、流したとはいえですね。めちゃくちゃきつい。さあ、これは消防先で、回避することができますね。回避することはできたが、イモデーン殴ってきた場合はさすがにブロックするかな、これは。このターンその6点入れられて、で、次のターン3体でアタックできるっていう状況がかなりきついんで。さあ、反乱2枚目。ただ、いいオスは除去れない。まあ、一旦これは、ミシェラランドでブロックするしかないですね。いいオスだけは落としておきたいんで、列ボ。さあ、これで問答急行は、解明するんですけど、一応ギラつく反乱で全部流せる、状態ですね。さあ、残り2点まで。ただ、まあ、結構きつい盤面ですね。速攻クリーチャー引かれたら、まあ、即負けの状態で、でもクリーチャーを、一体も通せない盤面ですね。まあ、相手のこの土分の動きを、なんとかね、しのいでいる形ではありますが、さあ、学者から、まあ、これは44になっていきますね。さて、これはどうするかな。ピアスはさすがにいらんか。ピアス抜いていきましょう。からの、福音者キャスト。相手止まってきてるんで、おそらくこれ、毅然たる援軍ですね。さあ、福音者でさらにだろう。切り崩しを構えるかどうかっていうのは結構悩ましいんですけど、まあ、ミシュラランドも欲しい盤面なので、まあミシュラランドも取っていくと。まあ、援軍ですね。さあ、このターンさえしのげれば。しのげた。これは、まだまだいけますね。伝説エンチャントなんですけど、これは出していきましょう。止まってくる。止まってくるっていうことはこれ、援軍持ってる可能性がさらに高くなるんで、ただしのげる、状況ではありますね。まあ相手のトップもかなり強いですが、
さあ、まあ、飛行警戒のため、これはフリーで殴っていくことができると。まずは6点。で、これ竹沼を出しておくことによって、ミスラランド軌道からの切り崩すまでいけるんで、まあ、一体も通せない状況ではあるんですけど、これはしのぐことができますね。さて。まあ、相手はこれは、勝っただろうというアタックではあるんですが、さあ、全部一方を取りながら、対処していくことができると。逆にこれもう勝ってないかな。8、12、1点足りない。これは足りてるかな。相手が除去とか、さらに援軍を引いてない限りはいけますね。止まってこないんで、大丈夫そう。さあ、福音者でドローしてるんで、その分、映像記憶でカウンターが乗っていくと。いや、なんとか耐えましたね。3本目、結構いい試合だったじゃないでしょうか。GG。さあ、やっていきます。こちら5手。これ、いや、どうだ一応5手で、5手分のドローと考慮あるんで、いけなくもないけど、まあ、トップ3枚ぐらいになかったらって感じですね。さあ、相手はティムールランプですかね、これは。多分、ティムールランプは、まあ、メインはこっち結構不利な気はしますが、さあ、刺激。これ、さすがに除去っておきたいですね。まあ、本来このターン、考慮で土地を探しに行きたかったターンなんですけど、刺激でマナ加速をされると、まあ、さすがにかなりきついということで、相手は墓地を、触っていますが、フンヌでもう X1 でマナ加速をしていくと。これはね、ちょっとさすがに厳しいかな。うん。一応、見ますか。土地さらに引かず、まあ、しょうがないですね、これは。さあ、相手ランプということで、メニンカレ級者は入れていきましょう。まあ、入れたいカード結構多いんですけど、まあ、どこまで、入れていくかですね。抜けるカードも限界があるんで、まあ、とりあえず欲しそうなとこ入れておいて、ここから10枚抜けるか。まあ、切り崩しとかも結構難しいんですよね。まあ、除去に対クリーチャーはね、切り崩しも当たるんで、いや、これは難しいね。まあ、1枚は抜いていきそう。とりあえず。で、振動も基本的には遅いカードなんで、抜いていきたい感じはありますね。あと、まあ、カウンター入れすぎ感はあるか。ピアスはなんかどっちかというと、コントロール向けのカードな感じはしますね。で、まあ、ドローシナジーのデッキなんですけど、まあ、考慮も結局、考慮でしかないということで、さあ、あと2枚は抜いていきたいが、まあ、考慮全部抜くかな、これは。こんな感じでいってみましょう。さあ、1本目負けて2試合目。うん。まあ、これはキープしていきましょう。まあ、スウェーデンから入って、まあ、2ターン目は勝負先そのまま行きそうですかね。さて、なんとか速度で勝っていかないといけないんですが、うん。まあ、3マナ目まで、まっすぐ伸びていければっていう感じですね。まあ、一応地図トークンと、映像記憶もあるということで、さあ、まずは特目で、土地を回収していく。さて、3マナ目引いてくる。これはどっちから行くかな。まあ、さすがに、学者から行きそうですかね。さあ、まずは、これは切り崩ししてるかな。うん。さあ、2点入れて、残り18点まで。まあ、もしくは映像記憶出して、で、地図トークン起動っていうのもありですね。さあ、相手は、フェッジから基本土地を持ってくる。うん。まあ、この試合に関してはなんか相手は
そこまで速い動きではないですね。さあ、映像記憶から、ドレッド、まあ悪くはないですね。で、一応全体除去をケアして、帳簿先を優先的にでかくしていきたいですね。まあ、タフ語あれば、間の悪い爆発も結構ね、回避できるんで、相手は、多分、特目ぐらいですかね。タフ語を除けれるのは。さあ、ここは4点だけ。で、帳簿先さえ生き残ってれば、多分これいけるんで。お、さらにミニンカレー級差も引いてくる。これ、だいぶでかいですね。さあ。まあ、土地はもういらないと。帳簿先をもう守ってれば、勝てるんで。さあ、残り8点。まだ起動する必要はないですね。まあ、サイド後は、なんかこんな感じで、まあまあいい感じに戦っていけますね。さあ、ニッサから、マナは出ていくんですが、まあ、マナ加速はまだできていない状況。お、分析者。ただ、帳簿先がでかくなっていく。これは、多分次のターンにもう勝てますね。さあ、霊柩車で一応、土地を追放して、追加ドローすることによって、福音者が威迫を持つので、のど首で、クリチャーを除去って勝ちですね。さあ、ということで、ニッサを除去ってからの、まあ、フルパンで勝ちと。さあ、これ手おりよと。GG。さて。まあ、振動はやっぱなんか全部抜いて良さそうな気はしますね。これで、いきましょう。さあ、1勝1敗で3試合目。これは、まあ、さすがにマリガンですね。さあ、キープしていきましょう。現状、福音者かな。まあ、ただちょっとこのハンドだけでは勝てないため、まあ、何かしらのカードを引いていきたいですが、さあ、ここは脅迫を引いていく。まあ、3ターン目に帳簿先と一緒に出していくか。さあ、相手は分析者。この場合は帳簿先からでいいですね。分析者を、次のターンに除去っていく形になるかなと。さあ、相手はフェッチから、一応2枚ある状況ですね。どうするかな。まあ、除去ってもいいですし、回収。これ土地ない可能性もありますけどね。ここは脅迫からいきますか。さあ、2回誘発。墓地帯カードが引けるといいんですが。なるほど。これ間の悪い爆発抜いていきそうですね。まあ、2試合目みたいに帳簿先で、フィニッシュしていきたいっていう感じになるかなと。で、相手次のターンはまだ、マナ加速できないんで。で、ティラナックスレックスに関しても、ドレッドで、ね、一応止まるんで、まあ、無視していいかなと。さあ、洞窟探検で、まあ一応土地は出していくんですが、まあティラノックスレックスに関しては、どうですかね。まあ7ターン目に出てくる分に関しては全然 OK なんで。さて、錯覚があるんか。まあこれはスルーですね。さて、土地引く。まあ一旦先にドレッドを出しますかね、これは。いや、もしくは、
7首打ってもいいか。うん、3枚加速されるんで、さすがに除去っておきたいですね。さあ、まあ4点は入れていくんですが、なかなか、まあ相手もね、結構原因をしてるということで、残り18点。さあ、さらに、強靭の特目で、フェッチを回収していくと。うん。まあ出てきて次のターンなんで、レックスに関しては、まあそんなに脅威ではないかな。さあ、除去を持っているのかどうか。索白1枚では対処することはできないですが、除去れないけども、マナ加速として使ってくる感じですね、これは。さあ、ただ、超刃先は、どんどんとでかくなっていく。まあ、3点減因はされるんですが、パワーが2上がってるので、まあ、悪くはない感じですね。で、相手も反応が分かってるんで、まあ、強靭の特目から、憤怒を引かれるっていうパターン以外は、まあ大体大丈夫な気はしますね。お、いけるんか。あ、そっか、洞窟があるから、アンタップインしてるんですね。さて、まあここは一旦ドレッド出していきましょう。相手は、まあレックスを出すかどうかっていうので悩むと思うんですけど、うん。まあ、でもどうですかね。特目を置くにしても、フンヌをもう2回使ってるんで、さあ、ここは記憶の反乱から。まあ、フンヌを引かれる確率はそんなに高くはないっていう感じではありますね。さあ、さらに洞窟探検。脅迫。これ、悩ましいな。まあ、喉首かな。一応ここでその、フンヌを手札に入れられてたらっていう感じですね。お、さあ、ただここは何もなし。うん。さて、こうなると相手はもう完全にトップ勝負っていう感じですね。ただ、お、でかいこれは。相手はおそらくもう記憶の反乱でフィニッシュ手段を探しに行くしかないっていう感じだったんですけど、こうなると、脅迫はもういらないですね。飛行クロックをどんどんとでかくして殴っていきましょう。相手は次のターンに勝たないともうダメなんで、さあ11点アタック。残り5点から、記憶の反乱はもう消しておきたいですね。で、あとは、一応、フンヌにしますか。まあ、回収からのっていう形があるんで、さあ、こうなると、まあ、間の悪い爆発ではもう除けれなくて、多分超棒先フィニッシュになりますね、これは。さあ、対処手段はおそらくないでしょう。ここで投了と。OK。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。